どうも皆さんこんにちは、福山茂です。今回の YouTube のテーマはバーバルとノンバーバルです。今回の内容についてですが、1、コミュニケーションとは、2、バーバルとノンバーバルとは、3、バーバルの注意点と利点、4、ノンバーバルの注意点と利点について説明していきます。まずは1、コミュニケーションとはなんですけれども、意味としては、社会生活を営む人間がお互いに意思や感情、思考を伝達し合うこと、言語、文字、身振りなどを媒介として行われることです。伝達することと理解することで意思疎通をしていきます。僕も含めてですけれども、皆さんもコミュニケーションについては一度は悩んだことがあるのではないでしょうか。人生の中でずっと学び続ける内容ではないかと僕は思っています。今回は伝達についての内容です。今回のテーマでもある2、バーバルとノンバーバルとは、まず、バーバルコミュニケーションは言語的コミュニケーションのことを言います。会話や文字など言語を使ったコミュニケーションです。文法を用いて行います。対面以外に手紙やメールも含みます。次に、ノンバーバルコミュニケーションは非言語的コミュニケーションのことを言います。表情や声のトーン、ジェスチャーなどの言語以外のコミュニケーションです。人間の五感によって感じるコミュニケーション方法です。バーバルとノンバーバルの理解をする中で、メラビアンの法則というのがあります。メラビアンさんが研究した内容としては、矛盾したメッセージが発せられた時の人の受け止め方についてです。例えば、うつむいたまま小声で大丈夫ですと言った場合にどう受け止めるかですね。影響を受けた結果としては、大丈夫ですという言語情報は 7% でした。声のトーンや速度などの聴覚情報が 38%、姿勢や表情などの視覚情報は 55% という結果でした。このメラビアンの法則からも、ノンバーバルコミュニケーションの影響は大きいと考えられます。それでは3、バーバルの注意点と利点についてです。まずは注意点です。文章構成や語彙によっても伝わり方は変化するということです。先ほどメラビアンの法則で 7% と言いましたが、やはり簡潔で要点のまとまっている方が相手に伝わりやすいと思いますし、語彙によっても内容の印象が変わってきます。もし伝え方を追求されるのであれば、バーバルを侮ってはいけませんね。次に利点です。対面以外にも文章として記録、拡散できる。そして事務的な連絡、論理的な説明をするときは言語が有効です。極端な例えですけれども、飲み会の詳細がアイコンタクトでは伝わりませんよね。そう思うと言語は便利です。文章で残せれるのは非常に優れていると思います。人間言った言わないがありますからね。最後に4、ノンバーバルの注意点と利点についてです。まず注意点です。誤解を防ぐには感情や見た目等のマネジメント能力が必要です。例えば部下に仕事を指導するときに心の余裕がないときは優れた内容でも相手に怖く伝わってしまうかもしれません。また異性に素敵な言葉を送るときも不潔な身だしなみでは相手は不快に思うかもしれません。自分を定期的にチェックして伝わるように様々なセルフマネジメントを行う必要があります。次に利点です。難聴の方や海外の方など言語のやり取りが困難でも意思疎通ができる可能性があります。僕は医療の仕事をしているので実感していることですが、難聴の方に対しても表情やジェスチャーでも十分に伝わることがあります。また、海外に行った時も道に迷って教えてもらおうとした時もなんとかなった記憶があります。それはノンバーバルの影響だと考えられます。
今回、バーバルとノンバーバルについて説明してきました。コミュニケーションは難しいことがありますが、基本的なことを見つめ直し、実践すると円滑に変わっていくことがあります。皆さんにも今回の動画が良き参考になればと思います。以上です。ご視聴ありがとうございました。今後も一緒に人生資源について勉強しませんか？よかったらチャンネル登録のボタンをクリックしてください。それではまたよろしくお願いします。